今28歳ですが、貯金が株や不動産を合わせて2億あれば、今後の日本でも死ぬまでぼちぼち暮らせると思いますか？思いません。2億のその置き方によります。例えば日本円で2億円あったとして、突然価値が10分の1になる可能性が僕はゼロではないと思っています。今ね、長期金利がね、結構上がっちゃってるんですよね。1.4% ぐらいになってるのかな。一応その利率を上げたので円高傾向にはあるんですけど、ただそれがずっと長期金利が上がってるから円高が維持されてるんですけど、日銀が利率を上げるのをどこまで許容できるかというので、長期金利を上げるのが許容できなくなると、また日本円が1ドル160円ぐらいまでいってしまう可能性あるんですよね。で、円安にどんどんなってしまったっていう時に、金利上げられないじゃん日本、もう無理っしょってバレちゃうと、円安めっちゃ進んじゃう可能性があるんですよ。なので、オルカン入れてますとか、海外投資してますとかであれば、別に円が弱くなったとしても、海外のはドルで持ってるから、その分、日本で生活する分には割安だよねっていう形でいいんですけど、ただそれがなんか、日本円で持っていて、日本の株を持っていて、日本の不動産しかありませんってなると、一気にその価格が下がってしまうっていう可能性もあったりするので、日本が大丈夫だよねって信じる人もいっぱいいるので、別に僕はそれ信じたいなら信じればいいと思うんですよ。ただ、アメリカが悪くなるかもしれないし、日本が悪くなるかもしれないし、中国が悪くなるかもしれないし、世界中どっかが悪化するかもしれないし、なんか突然伝染病が流行るかもしれないので、なので何らかのリスクが発生するかもしれないよねというのを意識した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あと不動産も田舎の不動産とか持ってると、下手するとゴミっていう可能性もあります。持ってるだけ固定資産税を払うんだけど、実際貸そうとしても誰も借りてくれないみたいなのもあったりするので、そこら辺のそのいくらのものを持ってるじゃなくて、毎月毎年いくらぐらいの価値を発生させるものを持っているのかという意識をした方がいいと思います。例えばドル持ってると今だいたい 4% ぐらい生むんですよ。ドルを銀行に入れておくだけで3% とか 4% 利子つくよねっていうのがあるので、不動産とかもアパートですでに人が住んでいて、でそこでずっとお金がチャリンチャリン落ちてきますってなれば、お金を生むよねっていう形で、お金を生む資産というのは何らかしらのその為替が悪くなりましたとかでも需要があるので、それなりに収入があるんですけど、2億円で昔買ったからこれは2億円のはずであるとか、じゃあフェラーリ買いましたとかっていうのって、そのフェラーリはお金を生むんですかっていうのをちゃんと理解した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、基本的にはフェラーリって買うとずっと値段が上がるんですけど、でもフェラーリとかもうありえないよね、恥ずかしくねってなる可能性もあるんですよ。ケリングっていうブランドのメーカーがずっと株価下がってるんですけど、昔グッチっていうおしゃれだと思われたブランドっていうのがあって、インフルエンサーとかグッチって書いてある T シャツを着たりとかっていうめちゃくちゃ恥ずかしい時代があって、で中国人がグッチええわって言ってグッチ買いまくったんですよ。今お金持ちの中ではグッチって恥ずかしいよねっていう価値観になっちゃったんですよ。金のないやつがこれを買ったらおしゃれに見えるよねっていう風に見えて、でそれはじゃあ金のないやつにいっぱい売った方がいいよねっていう、一時的にはめちゃくちゃ儲かるんですよ。金のないやつが背伸びをして買ってくれるからめっちゃ売れるじゃんってなるんだけど、その後起こる出来事は、金のないやつがグッチをいっぱい買ってるから、なんかグッチって持ってると金のないやつに見えるから恥ずかしくねっていうので、高級なグッチを買う金持ちが現れなくなっちゃったんですよ。フェラーリも今大人気なんだけど、ひょっとしたらフェラーリ乗ってるの恥ずかしいっていう可能性もあるんですよ。だいぶその可能性下がったんですけど、ちょっと前までガソリン車恥ずかしいよねっていう価値観があったんですよ。エコだよねとか、電気自動車が未来だよね、ガソリン車とかってなくなるよねって言われてて、カリフォルニアが2035年までガソリン車をなくすとかで、 EU も確か2040年までにガソリン車をなくすとかっていうのを法律として決めてたんですけど、でも最近なんか電力どうなのってそこら辺が変わってきたんですけど、ただブームが続いちゃうと、やっぱりフェラーリなんかも恥ずかしいよねっていう時代の可能性もあったんですよ。フェラーリも電力一応研究してたりはするんですけどね。はい。なのでブームが続くものではない。ブームはどこかで落ちる可能性がある。コロナのような伝染病がいきなり落ちるかもしれないとか、ロシア・ウクライナ戦争がいきなりあるかもしれないみたいな形で、安定はせずにどこかにリスクはあるよねというのをちゃんと意識してるという方が、お金持ちの生き方としては正しいんじゃないかなと思います。貧乏人はそれ意識してもしょうがないんですよ。景気改善のために減税提案をよく聞く話ですが、具体的にどの税金を減税するのが効果的だと思いますか？消費税や住民税、所得税などいろいろありますが、個人的には消費税が一番効果的かなと思いました。社会保険料は税でなく若者調べる責任まで除外でお願いします。社会保険料の属としたら僕所得税減税ですね。消費税は反社でも外国人でも払うので、なので僕むしろ消費税上げた方がいい派なんですよ。これ僕何度も言ってると思うんですけど、お金のない人に対しては補助金をバンバン出して、お金のある人と税金をちょろまかしてる人からお金を取るためには消費税なんですよ。例えばじゃあ日本人の半分が犯罪者だったとします。所得税1円も払ってません。でそうすると真面目に所得税を払ってる人だけ損をするんですよ。でも
所得税ゼロにしました。全部消費税にしましたってなったら、犯罪者だろうと、脱税してる人だろうと、物買うときに消費税払うので、結果として所得税をちょろまかしてるやつでもちゃんと税金取れるんですよ。なので、消費税にした方が、脱税だったり、金持ちだったり、外国人だったからも取れるからお得だよねっていうのがあるので、僕は長期的には消費税をちゃんと取るべきだと思うんですよ。で、ただ、今じゃあ消費税を上げ続けますとなると、年収220万円の人が22万円も税金払うの大変でしょってなるので、なので僕はそこは消費税に関しては、日本人でマイナンバーカードを出すんだったら消費税を払わなくていいとか、消費税に関しては確定申告の時に使った額だけ還付されるとかで、実質的に消費税ゼロになる。ただ、犯罪者とか外国人とかは、バンバンお金払ってね、だって確定申告しないんだから消費税の還付はありませんよ、犯罪者は。っていう形にした方が、僕は長期的にいいと思うんですよ。っていう話なんですけど、ここが消費税上げた方がいいのだけ区切られると、誤解をされるっていう話です。はい。僕ちなみに長期的には社会保険料を減らしていい派です。はい。これもその語弊があるかもしれないんですけど、平均年収まで無税でいい派なんですよ。日本でいくと世帯年収440万まで無税でいい派で、理由としては、年収の低い人が年収を上げるためにどうすればいいか。コンビニでずっと働き続けてる人が、じゃあ1日8時間コンビニで働いて、毎日忙しいですっていう人が10年働いて、その人のスキルが上がることってないじゃないですか。コンビニで働くというのをずっとやってても、新しいスキルがあって、10年間コンビニで働いてるから、時給1200円の人が時給2400円になりますかっていうと、絶対ない。会社員でトヨタで働いていて、時給換算して時給1500円で働いてた人が、年取って管理職になって時給3000円になりました。これあります。でもコンビニで10年働こうと20年働こうと時給倍になることはほぼないです。なのでスキルを磨くということをやって日本人は年収を上げなければいけないんですよ。好き好んで平均年収以下ですっていいんだけど、生活のためにコンビニで働いてますって人が10年間働いたら、その人生はあと20年後も続くし、30年後も続くし、40年後も続くんですよ。なので平均年収以下の人はスキルを上げてもっと生産性の高いことができる能力を身につけてくれた方が、結果としてその人の収入も増えるし、その人が使うお金の額も増えるので、税収も増えるんですよ。なので、平均年収以下の人というのは、どんどん給料が上げるための教育をタダで受けられるようにして、勉強する時間を与えなきゃいけないんですよ。じゃあ、ダブルワークです。1日16時間働いてます。あと8時間寝てます。これ10年やっても20年やっても、その人のスキルは上がらないんですよ。8時間働いて、1日にじゃあ2時間3時間スキルアップ、レベルアップするための勉強する時間がありますよ。資格を取るための時間がありますよ。っていう人が、長期的にはそこで新しい資格を取って、コンビニの店員から経理事務に入りましたとか、英語喋れるようになって、インバウンドの営業をするようになりましたとか、コミュニケーション能力増やしてホテルマンになりましたっていう形でステップアップが必要なんですよ。なので、440万円以下の人に関しては、平均年収以下の人に関しては、ステップアップするチャンスというのを与えなきゃいけないので、お金渡すってなるとやっぱり難しいので、なので僕は税金安くすることで、生活に余裕を持ってもらって、ダブルワークで16時間働かなくても、8時間働けば、例えばじゃあ220万だったら今22万円税金取られるとしたら、これが22万円手元に残るんだったら、じゃあ資格の勉強に10万円使えるよねっていう話なんですよ。なので平均年収以下の人というのは勉強して頑張ってください、働く時間を減らしてその分なんかスキルを上げてくださいっていう社会にするべきだと思うので、なので僕は若い人に関しては社会保険料とか税金とかっていうのは、若い人というか年収の低い人に関しては取る必要ないんじゃないかな。で、これは優しいではないです。温かいでもないです。どっちが儲かるかという話です。年収220万円のやつが30年間働いて年収220万円は日本にとって損です。国の年収70兆円かなんだと思うんですけど、70兆円を国が集めて、で、それを使ってるので、実質的にはどちらかというと国に対して大体ね、税金ね、4、50万円払わないと元取れないんですよ。毎年毎年4、50万円以上税金払ってるやつは国からもらうサービスと一緒だよね。国に1円も払わないってやつは警察ですとか道路ですとかっていうインフラをタダで使ってるんですよ。年収の低いやつらっていうのは基本的にいるだけ国に対してマイナスなんですよ。なのでとっとと稼げるようになってくれと。で、稼いでくれて税金払ってくれて平均年収を超えてくれたらむしろ国にとってプラスだよねっていう形になるので、なので年収の低い人たちを放置するというのは国にとってマイナスなので、そこをとっとと稼げるようにするべきだよねって話です。はい。
なので僕は公立高校無償化は賛成なんですよ。で、私立の無償化は反対。私立というのはお金を持ってる人たちがやりたい教育をやるという形で出来上がったものなので、そこは金持ってるやつがやりたいようにやればいいんじゃないの？で、そこで学校教育をタダで受けたいお金のない人は公立に行ってください。他の国とかだと私立って大体宗教系なんですよ。キリスト系大学ですとか、イスラム系の高校ですとかっていう、学問とは別に宗教的な価値観を伝えたいよねっていうところが割と私立として作られるんですけど、そこは別にもう好き勝手やりゃいいんじゃないの？自分たちで金払ってんだからって話で、でもじゃあイスラム系の高校に対して日本人がなんでそれ税金で支援しなきゃいけないの？キリスト教を教えましょうっていう学校をなんで日本人が支援しなきゃいけないのっていうことだと思うので、僕は私立は私立で勝手にやればいいんじゃないの？そこになんで税金でやんなきゃいけないのと思うので、なんで公立高校を無償化にするべきだし、私立に支援するお金があるんだったら、むしろ公立高校をなんか全部屋クーラーにして、先生とかもめちゃめちゃ優秀な人とかにして、今の学校の先生って給料安いんですけど、じゃあ高校の学校の先生がみんな年収1000万円ですって言ったら、めちゃくちゃ優秀な人が集まりますよ。今って大して金も稼げないような頭の弱い人が、じゃあ教職っていう形で学校の先生になるんですよ。就職でいろんな会社の内定を取ってる人で、それを蹴って教職行ったって人どれくらいいます？大体教職行く人って、まず就職なんかできなそうな大学生が教職取っといて、で、内定どこも取れなかったやつが仕方なく教員になるんですよ。じゃあ電通受かったけど、俺教員の方がいいわってやつがどれくらいいますか？テレビ局受かった、楽天受かった、栽培所受かった。でもそれ蹴って教職行くやつってどれくらいいますかっていないんですよ。社会でお前使えねえからいらねえよって内定もらえなかったような能力の低いやつが学校の教員になるんですよ。で、これがだから給料低いのも当然だよね。で、ここがじゃあ1000万円出しますよってなると、じゃあ楽天を蹴って学校の先生になりますとか、ヤフーを蹴って学校の先生になりますっていう人が出るので、そうするとやっぱり優秀な学校の先生に教わった方が、それは子供伸びるよね。楽天とか電通とかに受かるような人とか、大企業で働いてましたっていう人が教員になるパターンとかで、三菱商事ってこういう仕事してるんだよ。三菱商事に入りたいんだったら、こういう勉強した方がいいよとか、三菱地所に入りたいんだったら、こういうビジネスとかこういう資格が分かってた方が金稼げるよとかっていうのは、やっぱり社会でそれなりに金を稼ぐことができた人が言った人の方が説得力高いんですよ。今の学校の先生で、社会で働いたことないやつが、社会はこうなんだよって、お前働いてないじゃん。内定取れなかったじゃんみたいな。なんで内定も取れないようなやつが偉そうに社会語ってんだよみたいに思うんですけど、なので僕はどちらかというと、公立というのはむしろ無償化して、優秀な人をどんどん集めた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。